賢いうさぎ。ジャータカ第316番目のお話です。文、佐藤桃子、藤本隆子。絵、佐藤桃子。遠い昔のお話です。ある森にとても賢いうさぎがいました。うさぎは、せっかく生まれてきたのだから良いことがしたいなと考えていました。うさぎには友達がいました。猿とジャッカルとカワウソです。猿とジャッカルとカワウソは毎日夕方になるとうさぎのところにやってきました。うさぎはいつも何かためになる話をしました。猿とジャッカルとカワウソは良いことを聞くとすぐにやってみました。4匹の友達はとても仲良く幸せに暮らしていました。4匹が暮らす森のそばに川が流れ、川の向こう岸には小さな村がありました。その村では喧嘩や怒鳴り合いは一つもありませんでした。揉め事もいがみ合いもありませんでした。人々はニコニコと楽しく暮らしていました。一体それはなぜでしょう。その村には幸せになる5つの約束事があったからなのです。村人たちはその約束事をとても大切にしていました。その約束事はこの5つです。生き物の命を奪わない。人のものを取らない。だらしない楽しみにふけらない。嘘をつかない。能力を潰してしまう酒や麻薬はやらない。村人たちは一人一人がこの約束事を大切にしてよく守って暮らしていました。この5つを守っていると自然に頭が良くなって体に元気が湧き出てくるのです。お互いに喧嘩をする原因が何もなくなってしまうので、村人たちはみんな仲良しでとても幸せでした。特に満月の日にはしっかりと約束事を守り合いました。ある日、月を見ていたウサギは次の日が満月であることに気がつきました。ウサギは、明日は僕たちも約束事を守って過ごしたいと考えました。その日、猿とジャッカルとカワウソがウサギのところへやってくると、ウサギはこう言いました。明日は満月だ。村の人々と同じように、僕らも明日、約束事を守って過ごすことにしようよ。ウサギは大切な5つの約束事を3匹の友達に教えました。猿とジャッカルとカワウソは喜んで一緒に約束事を守って満月の日を過ごすことにしました。
うさぎはもう一つの話をしました。せっかくの満月の日だから、何か特別な良いこともしたいと思うんだ。僕はお坊様に何か差し上げたいと思っているんだ。村の人たちは5つの約束事を守って幸せに暮らしているけど、お坊様はもっとたくさんの約束事をいつも守っているそうだよ。そうやって心を清らかにしているそうだ。この満月の日に、もしお坊様がこの森に来られたら、何か食べ物を差し上げてはどうだろう。猿とジャッカルとカワウソは、それはとてもいい考えだと言いました。そして、お坊様が来られたら、僕らも自分の食べ物を分けて差し上げたいと言いました。4匹の友達はお互いに、良い満月の日を過ごそうねと励まし合って、それぞれの家に帰りました。そして次の日、4匹はそれぞれよくよく気をつけて約束事を守って過ごしました。気をつけながらお坊様に差し上げるための食べ物を探しました。カワウソは漁師さんの残した魚を見つけて、自分の住処に持って帰りました。ジャッカルは農家の人が残したお肉を見つけました。猿は森の中で果物を見つけました。そしてそれぞれ自分の住処に持って帰りました。うさぎは、僕は今日も草を食べようと考えていました。うさぎの食べ物は草だったからです。でも、とうさぎは考えました。もし僕のところへお坊様が来られたら、何を差し上げよう。草を差し上げるわけにはいかない。お坊様には草は食べられないもの。お坊様が来られたら、その時は、僕の体を差し上げることにしよう。うさぎはこう決めました。うさぎのこの思いはとても美しく、とても強く、まっすぐでした。だから、うさぎの思いが空を越えて、神々の世界に響き渡りました。その思いの強さに驚いた神々の王は、じっと座っていることができなくなりました。良い志を持ったうさぎだ。しかし本当にそうするつもりなのだろうか。よし、私が確かめてみよう。神々の王はそう考えました。神々の王はたちまちお坊様の姿に変身すると、地上に降り立ちました。まずはじめにカワウソの住処に行きました。そしてこう言いました。もし何か食べ物がいただけましたら、私はこのまま約束事を守りつつ、修行を進めることができます。わかりました。これをどうぞ。と
カワウソは魚を差し出しました。お坊様の姿の神々の王は優しい顔をしましたが、私には考えていることがあります。だからその食べ物は明日の朝までそのままにしておいてください。と言ってそこを立ち去りました。神々の王はジャッカルのところと猿のところへも行きました。ジャッカルはお肉を、猿は果物をそれぞれ差し出しました。神々の王は考えていることがありますとそれぞれに伝えて立ち去りました。最後に神々の王はウサギの住みかへ行きました。ウサギよ、もし何か食べ物がいただけましたら、私はこのまま約束事を守りつつ修行を進めることができます。お坊様、よく私のところへ来てくださいました。私は今日、今までしたことのないほどの良い行いをします。そのためにお坊様、薪を集めて火を起こしていただけますでしょうか。お坊様は神々の王の力で火を作り出しました。うさぎは体を一振りしました。僕の体の毛の中に生き物がいてはいけないと思ってのことです。そしてためらいもなくひととびで火の中へ飛び込みました。ところがどうしたことでしょう。うさぎの体は火に包まれているのに燃え上がることはありません。お坊様、これはどうしたのでしょうか。この火はちっとも熱くありません。涼しくて心地よいのです。とうさぎは言いました。賢き者よ、私は修行者ではないのだ。私は神々の王である。お前の志を試そうとやってきたのだ。そう言うと、そばにいたお坊様の姿は消えてなくなりました。そしてたちまち見上げるほどの広大な神々の王の姿を表しました。うさぎは言いました。神々の王様、この良い行いをすることに私がどうしておじけづいたりするでしょう。たとえ神々の王様であっても誰であっても私の中にためらいやひるむ気持ちを見つけることはできないでしょう。その通りであった。そう言うと神々の王は山をぎゅっと絞ると、山を色の粒に変えて勢いよく吸い上げました。美しい色の帯が空を舞いながら高く高く登っていきます。神々の王が腕を一振りすると、まん丸の月の表面に賢いうさぎの姿が描き出されました。素晴らしいうさぎよ、お前の優れた心がいつまでも皆に知られるようにしよう。月を見る人々が
良い行いをするときにひるんだりくじけたりしないように、強い心が持てるように、そう言い残し、神々の王はうさぎのもとから去りました。うさぎは喜び、心はさらに澄み渡り、もっともっと清らかな心で生活していこうと決めました。それからというもの、月には賢いうさぎの姿が刻まれています。月を見る人の心には、月の光とともにうさぎの真の勇気が注がれるのです。